こんにちは、辻陽子です。いかがお過ごしですか？いつも応援本当に嬉しいです。励みになってます。今日はね、気楽に聞いてもらえる題材として、サードアイ、第三の目。第三の目が開くと、どんなことが起きるのかなみたいな、こんなテーマにしてみました。興味あります？例えば、第三の目が開くと何が起こるのか。あとはね、開いてる人の見分け方。で、あなた自身が今自分が開いてるかどうかの見分けポイントとか、それ以外には、日常の中で開きやすくなるために何やったらいいんだろうとかね。私の中ではこの第三の目が開くのと、その霊感的なものってちょっと横で分けてるんですよね。で、その辺の違いとか、そんな話をしてみようかなと思っています。はい、じゃあスタートしますね。第三の目ってよくね、この辺に縦型の目があるみたいなイメージあるかもしれないけど、位置としてはね、もうちょっとね、この眉毛と眉毛の間ぐらいかな。ここを、頭をね、頭部をボール、球としたら、その一番球の中心、コア、核の部分の方へずっと行くと、官能消化体ってあるんですよね。そこにね、多分だけど、セロトニンとか、ベータエンドルフィンとか、そういうような種類の脳内神経伝達物質、脳内ホルモンって呼ばれる、そういうものが、うわーってね、いい感じに分泌された時のことを言うのかなって、私は勝手ながら思っています。で、その時の脳波の状態は、シータ波もしくはアルファ波。で、瞑想がね、バチッと決まってるとか、案外とちょっとまどろんでたりとか、いい感じに穏やかでリラックスとか、そんな時、だいたいシータ波からアルファ波。なのでね、すごく特別なものでもないんですよね。でも第三の目が開く、覚醒する。するといいこと起きそうみたいな、そんなイメージがある人は多いんじゃないかな。で、憧れるとか、あるいはもしかして自分開いてるかもしれないとかね。そんなことに興味がある人もいるかな。そう思って今日喋ってみてるんですけどね。もしね、ここが開いたら何が起こるんだろう。で、私のさっき言った感覚のことをサードアイが開くっていうのであるとすればですよ。うちの霊気協会の受講生さんのいろんな人の話とか、で、自分自身の体験とかから言うとね、目を閉じていても、まぶたの裏側に光が見える。これもね、いろんな光の見え方があってね、オーロラみたいなものが、うね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 って動いてて、これもね、人によって色が違ってたりとか、その時によっても色が違ったりするんだけど、バラの花びらが開いていくような、うねってるオーロラみたいなのが見える。っていう人もいれば、暗闇の中に白い光の一点が見える。こういう人もいるんだけども、他にはね、もうね、目閉じてんのに、打ち上げ花火がドカンドカン上がってるようなね、火の粉が飛び散ってるような、これを言う人もいるし、それ以外にはね、アンディ・ウォーホールの絵のような幾何学模様的なもの、色は結構ポップアートな、ポップな感じで、これがね、チカチカ見えたりとか、いろんなパターンがあります。ともあれ、目を閉じていても、まぶたの裏側に光が見える。はい。それ以外にはね、
心の状態ですけど、これもね、必ずしも、この状態の時こうとは限らんねんけども、静かな時が多いです。うわーってエキサイティングだろうが、めっちゃ怒っていようが、もう一人の自分がめっちゃ静かにその自分を眺めてる感じなんですよ。これはね、まさに本当に第三の目が開くっていう表現がぴったりで、この二つの目以外にね、こう自分の後頭部ぐらいにもう一個目があって、奥の方に。これをね、目心って言ったりするんだけど、ここからも世の中を眺めてるような感じ。で、この後ろに控えてる目が眺めている、この状態はすごく静かなんですよ。でもこっちの二つの目はなんか感情とともにエキサイティングだったり、その見たいものを見ていたりとか、目が開いてる時なんかはね、こう、目の前の情景が入ってきますもんね。うまく表現できんけどね、なんかそんな感じ。で、当然ね、そういう状態になると、ハイヤーマインド優位って言ったりしますけど、通常のモードのあなた、あなたがあなたって思ってるあなたじゃなくてね、あなたの中にね、より高い意識、より広範囲のことが分かってて、より賢くて、より大人っぽくて、こういう意識があるんですよ。こっちの意識がね、強まる。優位になる。もちろんあなたが思ってる私は私っていうこの自分が消えてなくなるわけではないんですけれども、こう、それ以上にその覚醒意識が強まる。そうするとね、自分がね、こっからここまでの存在っていう感じがしなくてね、もうちょっとね、広く大きい感じがするんですよ。この辺の空気も自分みたいなね。場合によっちゃ何キロ先ぐらいまで大きく感じたりとか、自分が一つの小山、丘ぐらいに感じたりとか、こういうね、不思議な感覚が襲ってきたりします。だって普段のモードの時ってね、私もそうだけど、私はここまでって思いながら生きてますからね。はい。あとはね、なんか知らないけど、この目の前に存在している世界が仮想空間のように感じたりもする。全部が立体ホログラムか何かバーチャルな世界のように。こんな不思議な感覚になったりとかね。あとはね、よく言われるところは直感ひらめき虫の知らせがね、鋭くなるっていうね。これはあると思います。なので、シンクロニシティ。これが起こりやすくなったりとか、あると思います。これがみんな欲しくて、きっと、第三の目が開くといいなとか思うのかな。いわゆる引き寄せというのか、シンクロニシティね。都合よく、いろんな物事が、パコ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 ってこう進んでいく感じね。こんなにうまくいっちゃっていいのっていうね。そんな感じですかね。そこから派生してね、例えばね、ハイヤーマインド優位になっているせいなのか、真実を見抜けるっていうのか、嘘が見破れるっていうのか、こういう力も強まる感じがするし、あとはね、そう。善悪とか、優劣とか、常識、非常識とか、いい悪いみたいな、こういうね、ジャッジ、判断、これをね、ちょっとね、こう横へ置いて出来事を見れるようになったりもします。で、これができるようになるとね、何がいいかっていうと、感情がぶれないんですよ。大体感情がぶれるっていうのは自分の中にこうあるべきとか、自分の中の正義みたいなのがあるじゃない？それをね、目の前でずるいことをやってる人や、不正をやってる人や、なんかひどいことをやってる人がいたら、うわーって、ね、で、感情が揺さぶられるんだけども、そうじゃなくね、結構淡々と、そのジャッジ横を置いて、ものを見れたりする。こういうようなモードの時かな。あとはね、テレパシー会話的なことができる時ありませんか？あうんの呼吸みたいなね。言葉に出さなくても、思いや言いたいことが相手に伝わって、相手も OK みたいな感じで返してきたりとかっていうような、
こういうことができたりとかね。あとは、そうだな。ベタなんですけど、この状態があんまり長く続くとね、電化製品に不具合が出たりする。自分のそばにある電化製品。電化製品って電気で動いてるじゃないですか。電気ってつまりエネルギーで動いてるじゃないですか。このエネルギーになんか作用しちゃうんだよね。こうやっぱだから出してるオーラ、意識波動、自分のエネルギー。これが周波数が変わるんだと思う。そしたら電化製品がちょっとびっくりする感じね。日本でずっと使ってる電化製品、ドライヤーとかを海外に旅行に行って、そこでコンセント挿したらなんか熱持っちゃったり、こう焦げたり、おかしくなったり、壊れたりとかした経験ありませんか？あんな感じで、なんかびっくりしちゃうんだよね。なので電化製品に不具合が出たり壊れやすくなったりすることもありますね。ちょっとハイヤーマインド優位、第三の目が開いた状態が何日か続いたりとか、急にバッとそっちになったりとかするとね。あと最後なんかいいことあるとすれば、私が思うにはね、自分の天命に気づいたりしやすくなると思います。これも本当に見つけるとかじゃなくて、あ、これだわってなんか静かな確信みたいな感じ。あ、私の天命これだ、みたいな。こういうようなものがキャッチしやすくなる。こういうことが起きるかなって思ってるんです。どう？こういうの興味あります？あるいは、その感覚なんか偶然なったことあるっていうのは絶対きっとあるよね。ね、信号がさ、今日はなんか知らんけどずっと青やんみたいな。なかなか止まらずに赤信号で引っかからずに行けるよねみたいな日とか、いわゆるエンジェルナンバーって言ってね、11時11分。うわ、今日も何気にデジタル時計を見たら11時11分だ。とか、こういうやつですね。はい。じゃあ続いて、この第三の目がね、空いてる人の見分け方。だからあなた以外の人で、この人はっていうね。この見分け方なんだけども、その人のオーラの状態とか見えなくても、見分けるポイントはあって、それはね、まずね、瞳がね、キラ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 ってしてるんですよ。目の中の漫画で言うと星の数が多いみたいな感じ。これね、注意してると、あなたもそうだし、お友達とかご家族もそうだけど、目のキラキラがね、あんまりない時と、めっちゃある時とあるはずなんですけど、これね、まさに肝脳消化体で分泌されてる脳内ホルモンの関係なんです。これがたくさん分泌されてると、こう、目の輝きが、星の数がキラキラになる。だからやっぱね、ちっちゃい子供とか楽しそうに遊んでる時に目が輝いてて生き生きしてるじゃないですか。キラキラキラってしてる時って脳の中でいいホルモン出てるんですよ。で、あとはね、案外ベタですけど、すんごい大好物の美味しいもん食べた時、案外目がキラキラします。いいホルモン出てるんでしょうね。それ以外に、目力強い。って言われるような時あります？ほら、病気の時とかはどの人も目力弱いじゃないですか。それに対して、なんか今日はすっごい生き生きしてる、なんか目力が強いって人から言われたり思われる。あなたが誰かを見ててそう感じる時あるでしょ。ああいう時もね、案外ね、そうなってたりとかね。ただし、戦闘モードで、なんかこう、本番試合に臨むぞ、みたいな、あの時の、こう、睨みつけるような視線の強さ。あれは違います。だからやっぱり目の中の星の数が増えてるの方が目力強いよりもぴったりくるかな。それ以外にはね、雰囲気がね、透明感があります。つまり爽やかです。これもね、やっぱり私なんかも、風邪ひいてたり、体調悪かったり、こう、調子悪い日は、ドヨンってしてんのよね。で、それも、なんとなく区別つくじゃないですか。毎日会ってる人だったら。会社の人であれ、家族であれ。
あ、今日はなんかドヨンとしてんなとか、今日はシャキッとしてるとか、今日はスキッとしてるとか、あるでしょ？スキッと感ですね。爽やか。オーラがくすんでない。透明感がある。こういうような時って、脳でいいホルモンが出ててね。そして脳波がさっき言ったようにシータ波からアルファ波。こうなると、発するオーラの周波数がすごく軽やかで透明感を帯びるっていうことですね。だからね、この辺で見分けがつくかな。で、よくね、なんかね、この辺が、白っぽく光ってるなんて、そんなこと言う人もいるけど、そういうのはあるんかな。私はあんまりそこをね、気にしたことがないんですよね。でもあるのかもしれませんね。はい。で、じゃあ、自分自身が、そういう状態になってるかどうかの見分けポイント。一番見分けやすいのは、さっき言ったようにね、目を閉じてるのに、まぶたの内側に光がうごめいていたりとか、弾けてたりとか、なんかキラキラが見える。あるいは、目を閉じてなくても、起きて開けてても、なんかものすごく心が綺麗な湖のように、瀬戸内海のように波打っておらず、明鏡止水、鏡のような、湖面。あれぐらい穏やか、静か。うわーって賑やかにやってんのに、その一方で静かな自分がもう一人いる。そんな感じ。で、あとはね、やっぱね、軽やかです。そして安心感とか穏やかさとかほっこり感に包まれている。こういう時は大体ハイヤーマインド優位になってます。この逆っていうのは、仕事モードの時なんかは、私もですけど、そんな間違ってもほっこり感じゃないですからね。やっぱり、よっしゃ、仕事しよう。めんどくさいけど経理の仕事しようとかね。伝票整理しようとかね。こんな時全然そんなね、ほっこりとか、そんなんじゃないですからね。肩にも力入ってますしね。何分までにこれ終わらすぞみたいな。こういう時ではないっていうことね。なので、リラックス。だから意識的にリラックスすると当然、第三の目は開きやすくなる。ハイヤーマインド優位にはなりやすくなるっていうことですよね。はい。この辺で見分けられるし、あとは直感冴えてるなっていう日。明らか今日はいいわ、みたいな日あるでしょう。こういう日も大体、あなたの第三の目が開いている。つまり、肝の消化体にたくさんのいい脳内ホルモンが分泌されている。はい。じゃあ続いてね、辻さんそこまで聞いたら、起きてる間、できるだけハイヤーマインド優位で、第三の目が開いてる状態で生活したいですって思う人はいるはず。そういう人のために、日々開きやすい状態になるためのちょっとした工夫なんかも今から伝えてみようかなと思うんです。これね、やっぱね、この状態か、ハイヤーマインド優位っていうのをまずね、自分がその感覚をしっかりキャッチし、自覚すればするほど、簡単に短時間にいつでもどこでも、モードになりやすいです。で、最初のうちはやっぱりモードになりたいって思っても、うまくいく日といかん日があるんですよね。で、なかなかコントロール効かない。これはもう私は、霊気の練習上達もそうだし、こういう、ハイヤーマインド優位になるのもそうだけど、意識を変えていく。これもね、もう自動車の運転と同じって思ってます。練習あるのみです。ね、免許取れたての頃って、車庫入れとか大変じゃないですか。で、一発でヒュッていける日もあって、うおーっていう日もあっても、何回やり直しても、今日はなんかうまいこといかんわみたいな日があったりするでしょ。でもだんだん上達してきたら、そんなに時間かからずに車庫入れができる。こういうね、第三の目を開ける練習とか、ハイヤーマインド優位になる、霊気の使い手になる、上達する。すべて私は技能習得っていう風に考えているので、もうパソコンが上達するとかね、
そういうのと同じです。自転車が乗れるようになる。スノボーがやれるようになる。なんかのスポーツが得意になる。ダンスが踊れるようになる。歌えるようになる。こういうのと一緒で、楽器演奏とかね。練習すれば、だんだん、うまくいかない日といける日の差がなくなってくる。はい、お待たせしました。じゃあね、どんなやり方やったらうまくいきやすいかなって。これはね、私なりのですよ。だから、全部をやってもらわなくていい。今から言うののね。で、あなたが、それ簡単そうだから私それで行ってみようっていうのを見つけてもらえたら嬉しいかな。まずね、一番はね、一番簡単なの。美味しいものを食べる。それもね、大好物の、でも、ほら、高いお店のすごいいいやつ、食べるときを思い出してくださいよ。あなたはきっと丁寧に一口をお箸かフォークかなんかで取って、で、ゆっくり口に運んで、ゆっくり味わうと思うんだよね。この一口目。あの時に、うわーって脳内ホルモン出て、ハイヤーマインド優位になるんですよ。あの感じを想像するだけでもなるかもしれないし、実際大好物があったら食べてみて。で、ゆっくり味わいながら、うおーって。この時のこの感覚をしっかり脳みそに焼き付けてほしいんですよ。そしたら再現しやすくなっていくからね。これが一番簡単かな。美味しいものを食べる。それも大好きなあのお店のやつを食べる。で、二つ目。これもめっちゃ簡単です。グラウンディングをする。グラウンディングについてはね、少し前に YouTube の動画でグラウンディングのやばい効果っていうタイトルの動画作っときましたから、それを見てもらったらやり方わかります。他にも、他のね、YouTuber さんとか、ブログとか、検索で探してもらったらグラウンディングのやり方があると思うし、霊気を学んでる人は、霊気シャワー。あれが抜群にいいですよ。最高です。短時間で一気に行けます。はい、グラウンディングをする。ちょこちょこ気がついたらグラウンディング。そしてオーラの状態をよく言ってるように、タケノコの里のような形にする。キノコの山みたいに大体ね、現代人はなってますからね。タケノコの里の状態。下半身の方に充足させる。気の重心を下へ下ろす。それから、同じくグラウンディングの意味合いでは、体を使う、ウォーキングする、スポーツする、これ全部いいです。グラウンディングになります。あとはね、ワクワクするのも結構ね、第三の目が開きやすいです。ワクワクウキウキ。楽しいことをやってください。で、目の中の星の数がね、キラキラーって増えますから。それを楽しんでください。あとはね、もうね、慢性的に常にハイヤーマインドの優位の状態に持っていきたいっていう人に、こっから先伝えていきます。今までこう言ったのは、だいたい初心者向け。じゃあこっからは上級者向け。何をやってもらいたいかっていうとね、自分自身を尊重する。そして自己肯定感を上げるっていうことです。そのためのやり方はどんなやり方でもいいけど、特に私はインナーチャイルドを癒すっていう方法をお勧めしています。これもね、少し前の動画探してください。インナーチャイルドを癒す動画あります。なんかグリーンのね、サムネイルの動画です。で、心の傷、過去に我慢したりとか辛かったりとか、癒えてない傷を癒せば癒すほど自己肯定感は上がります。そのためには自分自身のことを愛し、自分に対して思いやりを持つ。だから、霊気使える人はセルフヒーリングぜひやってほしいし、呼吸法もやってください。で、霊気使えない人も自分の体をねぎらったり、感謝する。それから、それと同じように、目の前の人、相手の人のことも、思いやりと愛で、接してあげましょう。
むしゃくしゃしてる時に八つ当たりみたいな言葉を投げず、できるだけ相手が安心できて、温かい気持ちになって前向きになれるような、そういう言葉をかけてあげましょう。イライラをぶつけたりせずにね。それから、心を閉じてる人はできるだけオープンハートにするといいです。これもね、第一チャクラ、第二チャクラあたりがガーって開きます。そうすると、本当に、上の方のチャクラにも非常にいい影響が及ぶと思います。何より、孤独から、抜けられます。孤独感感じてる時って当然心を閉ざしてる時なんですよ。なので、一人でいる時も心をオープンにする。そうすると、部屋の中に一人でいても、森羅万象すべてのものとつながっている感覚、得られやすいです。それからね、自己表現をするっていうのもね、ハイヤーマインド優位になりやすいと思います。これは本当に、いわゆるゾーンに入るとか、フロー状態って呼ばれる感覚だけど、夢中になって絵を描いていたら、無心で時間が経つのも忘れていたわ、時が止まったみたいとか、夢中で写真撮ってたら、もうこんな時間とか、あるでしょ。何かアートクリエイター系のことやる人は。あるいはすごく勉強に没頭して集中してたら、もうこんな時間だわ、はかどったわ、とか、ね、なんかブログ書いてたら、すごい時間になってるとか、なんか勝手に手が書いた、みたいなね。あれです、あれです。自分の内面のことを外に出して表現していく。ものづくりとか、文章を書く、詩を書く、絵を描く、そういうようなことで表現していく。音楽を演奏したりとか、音楽を作るとか、何でもいいんです。アクセサリー作る、お料理作る、陶芸をやる。本当に何でもいい。これをね、没頭して無境地で無心でやる。この時、もう明らかハイヤーマインド優位になってます。こんな感じで、そしてね、自分の体が自分の外側の宇宙、宇宙って言ったら大げさすぎるけど、森羅万象ってわかります？動物、植物、水、酸素、ウイルス、菌、バクテリア、ありとあらゆるここにあるもの、これらと連携し、影響を与え合いながら、分かち合いながら、受け取り、出していきながら、共同創造しているのが、この三次元地球であり宇宙なんだなっていう、こういう感覚ね。こういう感覚に思いを馳せると、サードアイ、第三の目、開いた状態、セロトニンやベータエンドルフィンが分泌されている状態、目を閉じてもまぶたの内側に光が見える状態、なりやすい。そしてね、これをしょっちゅう日常でやってると、結局何が起こってくるのかっていうとね、私は、自分自身の存在の大切さに気づけるほど、いわゆる霊覚が上がるっていう状態になるんじゃないかなと思っています。あんまり私はね、普段霊覚とか言葉使わない方ですけど、霊覚の霊っていう字をエネルギーって考えると、まさに波動が高くなるというのか、出すオーラの感じが変わってくるっていうことですね。そうすると雰囲気も変わってくる。で、当然自分から発しているこの電磁波、エネルギーの周波数が変わりますから、似た者同士が引き寄せ合いますから、あなたと出会う事象が変わってくる。人や出来事が変わってくる。これを昔の人は、運が上がったとか、運気が良くなったとか、幸福だねとか、そんな風に言ってたんでしょうね。そう。開きやすい状態になるのに、一つすごい大事なのを言い忘れてた。
美味しいもの食べるよりもっと簡単だ。高いところに行く。標高が高いところに。これはね、標高って言ったけど、ビルでもいいんですよ。高層ビルの高いところとか、あとはね、山の上とか、もちろんてっぺんじゃなくても中腹でもいいんですけど、いわゆる標高の高いところに行けば行くほど、ここがパカーンって開いてね、ハイヤーマインドが優位になる感じられると思います。まあ、山登りした経験があれば、小高い山であってもね、そんな1000メートルじゃなくても500メートル、600メートルでもさ、山の上に到着した時に、すごい清々しくて、穏やかで、ご機嫌で、気持ちいい、ヤッホーって言いたくなって、深呼吸したくなるあの感じ。きっとあなたも知ってますよね。あれですよ。第三の目が開く、ハイヤーマインド優位。あれはね、高層ビルの上でも簡単に感じられます。ただしね、高層ビルにずっといると、心がね、不安定になってくるんだよね。あれは多分ね、じっとしてるようでいて、ビルってこう、若干揺れてるから、風にね、なんていうんかな、ガチってなってたら衝撃をもろに受けてしまうから、しなやかにしなるように作られてるんだよね。耐震免震構造。これね、まあまあね、体感しないぐらいの揺れだとしても、ずっとその揺れの中に長時間いると、心がね、同じようにね、不安定になるんですよ。そうすると、せっかく標高高いところにいるんだけれども、オーラの状態、気の重心は上に上がって、私がよく言ってるキノコの山の形になります。上の方に気の重心が上がる。こうなると心は不安定になります。なので、私はあんまりね、高層階に住み続けるのはお勧めしない。旅行に行ってね、ホテルの高層階にちょっと何泊かしようかとか、こういうぐらいだったら全然大丈夫ですよ。でもまあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、半年、1年っていう風に長くそこに住むっていうのはあんまりお勧めしないですね。まあ、どれぐらいが限界かなっていうとね、これ私の感覚ですよ。他の人は違うかもしれんけど、大地のエネルギーがね、届いてんのがね、やっぱね、せいぜい3回から4回ぐらいまで。なので、ちょっとした工夫をして、私なんかは、その地のエネルギーが、私の部屋10階以上ですけど、こう上まで来るようにね、ちょっと、こう仕掛けをしたりしてるんですけど、まあそういうようなことがやれる人は、大丈夫と思うんだけど、そうでなかったらまあ3、4階まで。そして、それでも、うわー、辻さん私3、4階じゃなくてもうちょっと上に住んでますっていう人いるだろうけど、15階までぐらいかな。それ以上になってくると、あんまり長く住んじゃうと、体に知らず知らずストレスが溜まっていくかもしれないですね。でもまあ、その辺をね、もう引っ越しできないわっていう人もいるだろうから、工夫してください。自分で自分を整える。できるだけグラウンディングを意識していく。それを他の人以上にやればいいだけですから。はい。あとはね、こっちのチャクラが開いて、第三の目に刺激がいって、うわーってなったらね、上ばっかりね、飽きすぎてね、こう、なんていうんかな、それで不具合出る人もいるんですよね。おかしな話なんだけど、なんていうんかな、いい効果ばっかり今喋ったけども、バランス悪くなる人がいる。なので、やっぱりね、上の方の第3の目、第6、第7チャクラとかが空いた状態でありながら第1、第2、第3ぐらいもしっかり、気が充足している。この状態を作ってほしいんですよ。なので、グラウンディングを意識してください。特にこのサードアイ、開いた状態に憧れるとか、この時間をもっと長く継続させたいって思うんだったら思うほどです。思うほどグラウンディングを意識してほしい。人間ってね、やっぱね、なんで人間って書くんだろうとか思うけど、この天のエネルギー、つまり宇宙エネルギー、
霊気のことも宇宙エネルギーと言っていいんですけど、この宇宙の調和の取れたエネルギーとね、もう一つね、我々は地球の上にアリさんみたいに張り付いて暮らしてるでしょ？だから地球が発してるエネルギー、地のエネルギー。この両方の影響を受けてるわけですよね。天のエネルギーと地のエネルギー。この両方がバランスよくチャクラが開いて、綺麗に循環している状態を作りたい。私はこれがベストと思ってるので、上の方を開けたい、覚醒したいってね、こっちの憧れが強い人、上ばっか意識しちゃうけれども、案外とグラウンディング、地のエネルギーをしっかりっていうのもめちゃ大事です。両方のバランスですね。はい。ここまで聞いていただいていかがですか？ともあれ、ちょこちょこやってると、本当に車の運転が上手くなる、パソコンが上達する、ダンスが上手くなる、あれと一緒でね、いつでも簡単に短時間ですぐにそれを再現できるようになります。脳みそって賢いんですよ。成功体験をしっかり意識させると、またそこへ行こうとするから、だんだん早く簡単に成功確率も上がってくる。っていうことです。最後にね、この第三の目が開くのと、ちょっとね、似て非なるものというか、ちょっと何がどう違うのかよくわかんないけど、違うよなっていうのがあるんで、それだけお話しして終わろうと思います。でもこれね、私の感覚なんで、他の人どうなんかちょっとわかんないんですよ。だから、いや、私はそうは思わないっていう人がいるかもしれないけど、それはそれで全然 OK なんです。私ね、いわゆるね、霊感が強いとかと、この第三の目が開くっていう感じと、ちょっと違うと思ってるんです。だから、第三の目が開くから霊感が開くとか、そういう風に言ってる人もいるんじゃないかなと思うんですよ。私ちょっとね、案外そういうこと疎いというか、あなたの方が詳しいかもしれないけどね。なので、例えば、透視能力的なものとか、サイキックパワー的なもの、超能力ですよね。あとは、見えないはずのものが見える力。オーラであるとか、竜のようなエネルギー、鳳凰のようなエネルギー、神と呼ばれるようなエネルギー、あとは、なんだろうな。でも、動物植物の発しているエネルギーとか、あと、地のエネルギーとかね。それからね、あと、人の過去や未来を言い当てれる、このチャネリング能力ですよね。あと、なんだろう。でもこういうようなね、いわゆる霊感って呼ばれるようなもの。ちょっと私は違うんじゃないかな。違う才能資質というか別物じゃないかなって思ってるんですよ。っていうのはね、霊感がものすごく強い人でも、なんかこの目の中のキラキラがあんまりなかったり、どっちかというと、まとってるオーラの雰囲気が、軽やかじゃなくて、悪い感じでもないんだけど、どっしり感っていうか、貫禄があったり、ずんと重い感じ。これ、重いが悪いわけじゃないんで、軽いのがいいっていう意味じゃないんで、単なる性質の違いなんだけど、重厚な感じがする人いるんですよ。布で言うと、シフォンとかオーガンジーみたいな感じじゃなくて、ベルベットっていう感じね。ずしっとしてる。だから、なんかね、明らか違うんだよな。なので、私はなんかね、違うことが起こってて、違う資質のように分けてます。というわけで、霊気の受講生さんは、どっちかというと、この霊感、サイキックパワーに憧れて学びに来られる人いるけど、このサードアイが開くとどうなるかの方、こっちの方の体験を持つ人が圧倒的に多くて、で、たくさんの感想や報告が来ますね。そんな感じです。というわけで今日はちょっとサードアイ、肝の視床下部、消化体、ここについて話してみました。そう。私さ、割とオタクなんだけど、
スタンフォード大学をはじめとする欧米の大学では、この官能消化体を授業の前にね、活性化させるなんてことをね、取り入れてる大学なんかも出てきてます。でね、有名どころで言うと Google をはじめとして IT 企業なんかでもね、マインドフルネス瞑想とか、その官能消化体を活性化させて、いいひらめき、発明、アイディア出していこうや、みたいなことをやり出したりしてますよね。だからやっぱりね、まさしくこっから先はこの見えない力、この見えないエネルギーを活用していく時代に、もう完全に突入したなって思っているし、で、見えないエネルギーって言ったら大げさすぎるけど、本当にね、私たちの体って、電磁波、意識エネルギーを発してますからね、オーラをね。で、これはいつもよく言ってるように、辻さん、私はオーラ見えませんからってしょんぼりする人たまにいるけど、いや、あなたもちゃんと見分けてるでしょ。雰囲気っていう形でね。あなたは取れたての果物や野菜と、冷蔵庫で1週間置かれたしなびた野菜、果物、2つ置かれたら、どっちが生き生きしてるか見分けがつくじゃないですか。これ見えてない、その野菜や果物のオーラを見分けてると言っていいと思います。あとはあなたはコンビニのおにぎりと誰かが手作りしてくれてあなたのために握ってくれたおにぎり、見た目そっくりだとしても、一口食べたらどっちがコンビニでどっちが手作りかわかりますよ。ね。こんな風にして案外私たちはそれを見分ける力、もともと持ってる。でも昔の私のように私はそんなもんないって頭でね、思考でね、信じ込んでる、思い込んでる。あるいは、そんなもん世の中にない。私、スピリチュアル否定派、アンチだったんでね。そんなって、妄想でしょって思ってた。いや、もう、そんな時代じゃなくなっている。なので、意識をね、自己啓発系の意識高めるとかね、毎朝早起きしてランニングするとか、あっちの意識高めるじゃなくてね、波動をいい状態に整えるっていう方の意識をちょっと高めて、で、ハイヤーマインドを活用しながら生きていく。これはとっても楽しい人生になります。ご機嫌な時間も増えるし、心も安定するし、いろいろいいよっていうね。今日はこんなお話でした。聞いてくださってありがとうございます。じゃあね、今日はこれで終わります。今もしも辛かったり孤独だったり試練の中にいる人、私もね、試練の人生だった時もあるから、いやもう一言とは思いません。で、こんな時にね、本当にね、孤独だったりとかね、キューってなっちゃうしね、なんかもう何のために生きてるかわかんなくなる、そんな日もあると思うんだけど、私でよかったらですけど、画面越しですけど、時空を超えてね、エアーで繋がっておきましょう。本当の意味では我々は一人じゃないです。この何もないように見えてる空間にもぎっしりと宇宙エネルギーがもう詰まってるし。で、それはその先の月や星や壁を突き抜けた向こう側や他の人たちとも呪術つなぎに繋がってますからあなたは一人じゃない。だから大丈夫です。じゃあ、本当にこれで終わりますね。いつも応援ありがとうございます。そう。なんかね、チャンネル登録の横になんかベルマークがついてるんですよ。そこ押しといてください。そしたらね、新着の動画アップした時にピロリンってお知らせがいきます。あと必要そうな、興味ありそうな人がいれば、私の動画お知らせしていただけるととても嬉しいです。私はね、せっかく生きてるんだからご機嫌に過ごせる人が一人でも増えたらいいな。で、特にやっぱね、しんどい思いされてきた人、我慢してこられた人、こういう人が自分らしくのびのび生きられる。そんな人生、もうどうせ生きてんだから、人生あるんだから、そっちに軌道修正してもらいたいな。そのために、もしよかったら動画を活用してもらえたらいいな。そんな気持ちで動画撮ってます。じゃあ、終わります。名残惜しいけど。またです。
さよなら。ありがとう。私ね、オンラインサロンやってるんですよ。レイキスタって言います。誰でも入会していただけます。人生を変えるっていうテーマでやっています。だから霊気学んでる人もたくさんいますが、学んでらっしゃらない方も、全然入っていただいて大丈夫です。悩みを解決したい、自分らしさを見つけたい、もっとワクワク生きたい、最高の自分を発揮したい。このような気持ちがあれば、大歓迎です。月に5本以上ライブ配信やっていて、これはね、見たいやつだけ見てもらったらいいんです。それ以外に、霊気に関しては上達のための結構プレミアムないろんな動画があります。あとはね、人生相談やってます。私が、投げてくださった人生相談の質問に関して動画でお答えしています。こんなこともやってたり、でね、会員さん同士がね、素敵な方いっぱいいて、仲良くなってくださってるのがね、これがまた嬉しいんですよね。ワイワイ楽しく、幸せ山へのハイキングをしていきたいなーって思っています。なんか良さそうって思ったら、概要欄見てください。レイキスタの公式サイトの情報が載ってます。年会費36,300円。年会費なんだ、高って思ったかもしれないけど、ちょっと1年間しっかりじっくり一緒にお付き合いしてほしいなと思って、そしたらきっと変わるから。でね、今だったら特典結構いろいろ用意してるんですよ。ぜひ興味ある方は概要欄を見てください。